こんにちは。稲貿易商会の YouTube チャンネルへようこそ。こちらのチャンネルでは、普段化粧品に使う原料やそれらを用いた処方の紹介をしています。今回の動画では、美白とウコン、それと金属の銅との関係について少し科学的なお話をしたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず最初に基本的なお話から。皆さんも存知の通り、シミやくすみはメラニン色素が蓄積することによって起こります。メラニンは表皮の基底層に存在するメラノサイトで生産され、皮膚の細胞や DNA を紫外線から保護する役割を担っています。もちろん人体にとってなくてはならない大切な成分なのですが、メラニンが過剰に蓄積されるとその部分が茶色っぽく見え、いわゆるシミという状態になってしまいます。ですので、市販されている美白化粧品にはこのメラニンの生産を抑えたり、溜まったメラニンを排出したりする成分が配合されています。メラニンの元となるのはアミノ酸の一種であるチロシンです。メラノサイト内に存在するチロシナーゼという酵素がチロシンを酸化し、最初に銅化という化合物を作り出します。チロシナーゼは続いて銅化をさらに酸化し、銅化キノンという化合物を生成します。この銅化キノンは反応性が高く、さまざまな酸化重合反応を繰り返し、最終的に有メラニンやケオメラニンといったメラニン色素に変化します。ですので、チロシンの酸化を促すチロシナーゼの働きを抑制することができれば、メラニンの蓄積を防ぐことにつながります。こちらがチロシナーゼの構造です。緑色の部分がチロシナーゼで、オレンジの部分はチロシナーゼを補佐する ORF378 というタンパク質です。複雑な形に見えますが、重要なのはこの中心部分。ここがチロシナーゼの活性中心で、ここでチロシンが酸化されます。活性中心には茶色で示された2つの銅イオンが存在します。チロシンがこの銅イオンに一度配位することで酸化反応が促されるのです。つまりこの銅イオンをブロックすることができれば、チロシンの酸化が阻害され、美白につながることが予想できます。チロシナーゼの働きを抑制する成分の候補として、ウコンに含まれるクルクミンという成分があります。クルクミンの中心にある2つの酸素原子が銅イオンに対しキレートを形成することが報告されています。そのためチロシナーゼの活性中心に入り込み、チロシナーゼの働きを抑える効果が期待されます。実際クルクミンやその誘導体がチロシナーゼの活性を阻害するという報告がなされています。また、例えばウコンコンエキスを配合したホールスター社の天然原料ソラピュアグロも容量依存的にチロシナーゼの活性を抑えるというデータを取得しています。さらに美白効果以外にもクルクミンは抗酸化や抗炎症にも効果があると言われており、総合的なスキンケア原料として幅広く活用することができます。ぜひこのウコン由来の活性原料をスキンケア処方に取り入れてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いできることを楽しみにしています。